ゆうきとネキの好きにある TV。 もうすぐ7月7日ですよ。7月7日といえばそういう話しちゃう？そうですよ。あれでしょ？何の日だと思いますね。織姫と彦星がみたいなロマンチックなやつでしょ？そうですよ。織姫と彦星が、日本初のファミレス、スカイラークのオープンに駆けつけたという日でございますね。はい、1970年にね、国立店がオープンしました、スカイラークがね、日本初のファミレスとして、開かれたのが7月7日ということで、そんな記念すべき日なんですね、7月7日。まあでもなんか願いが叶う感じがして、なんか縁起いいですよね、7月7日。いいよね。はい、まあね、みんな知ってると思う。私たちよりファミレスのが有名だから、ファミレスの説明をする必要はないんですけど一応ファミレスの説明をしていきたいと思います。ファミリーレストランとは、子供から大人まで家族連れを中心に幅広い人が気軽に利用できるレストランのことです。価格が比較的手頃でメニューが幅広いのが特徴です。アメリカの郊外型レストランやダイナー文化の影響を受けた業態であり、日本では1970年頃から車社会の広がりや郊外型店舗の増加に合わせて普及しました。日本での代表的な店舗はガスト、サイゼリヤ、ジョイフル、ココス、デニーズ、ロイヤルホストなどがありますと。我々もね、よくお世話になるファミリーレストラン。そうですね。もう我々ファミリーなんでね。いや、私たちはファミリーなんで、よくファミレス行きますけれども、本当にただこういう趣味で集まったりとかね、あとイベントとかいろんな会にやっぱり行くイメージが今強いですよね。そうですね。なんかその集まりやすいし、やっぱファミレスの一番いいところはありとあらゆるご飯があるので、やれ誰がこれがアレルギーだとか、誰がこれが食えねえとか、そういうのがなく、行ったら誰かしらやっぱみんな食べたいものあるのがいい。そうね、確かに老若男女ね。で現在の現在というか最新のね店舗数がやっぱりガストが一番多くて、1位ガスト1241店舗、そして2位がサイゼリヤで1053店舗。そうなんだ。そして3位がね、ジョイフル、一気に半分近くというか、ジョイフルで607店舗、4位のココスは509店舗、そして5位バーミヤン368店舗、だいぶ減ってみましたね。で6位ジョリーパスタ320店舗、7位がデニーズで313店舗。そんなに低いんだ。意外。我々って結構デニーズが一番多くありません？多いかも。であとその次がロイヤルホストが8位で223店舗。意外でした。意外ですね。で9位が和食サト199店舗、で10位が夢庵で174店舗で、結構私行くんですけど、ジョナサンがね11位157店舗。これも意外ですね。そしてビッグボーイ、カプリチョーザ、和食レストラン、丸松、ステーキガスト。ガストとステーキガストはまた別なんですね。すごいですね。ステーキガストとガストって別にしても、こんなガストが一番なんだ。やっぱりガストってね、大きいというかいろいろね合体したところもあると思うのでね。そうなんだ。多分。いやすごい、なんか意外なのがやっぱりデニーズとかジョナサンが7位とか11位なのちょっと意外でしたね。地域にもよるのかな。そうかも、東京に多いのかもしれないですね。結構見る気がするもんな。そうなんです。我々デニーズかロイヤルホスト、あとはでもねいろんなとこ行きますけどね。でも逆にね、やっぱりジョイフルとかはそこまで都内で生活してると出会えないから、出会うとおっとなって嬉しくって地域によるかも。ただココスは確かにいろんなところにあるかもね。本当ですか？私ココスそこまで出会えてないかもしれない。入ってはいなくても黄色い看板をよく見るなという。でも全体的に黄色くない？わかる。黄色か緑みたいな。ファミレスそうだよ。なんかサイゼ以外はさ、サイゼは緑だけど、サイゼリヤの緑が強いのか印象として。そんな気がする。確かに黄色いかも。黄色かオレンジ系かみたいな。待って、ガストって何色？赤？ガスト赤だと思う。赤にちょいと黄色が入ってたりとか。サイゼ緑。ジョイフルって何色だったっけ？ジョイフルはね、茶色？やっぱ茶色かな。茶色かな。違う。黄色と赤だ。本当だ、黄色と赤だ。ね。なんか昔千葉に住んでたんだけど、その時にあったイメージがあって、その時茶色かった気がするけど、わかんない。木の板みたいなのに印字してあったのかも、ワンチャン。もしかしてちょっとね、おしゃれ店舗だとね、そうかも違ったりとか、なんかちょっと違う店舗だったのかな。そっか。スカイラークは
もうスカイラークは会社名なのかな。あ、そうかもね。あの鳥さん元気かな。あの鳥さんってだって、なんかついてますもんね、よくね。だからあいつは元気ですよ、きっと。おそらくね、よかった。なんかファミレスといえばのイメージですよね。そうこのさ、ちょっとなんか片足上げてるあの鳥さん。あれってさ、どういう角度なんだろうね。でもようこそみたいな、おいでませみたいな感じなのかと思ってました。なんかこう飛んでんのか、こう飛んでんのかわかんないなみたいな。そうか、我々が見上げたらスカイラークバードが、スカイラークバードがスカイラークしてるかも。スカイラークしてる。そんなわけで今回はファミレスの思い出を語ろう。イエーイ。なんかね、いろんな人からファミレスの思い出をちょっとね送っていただいたんですけれども、このお便りをね紹介していきたいと思います。はい。私立探偵福内陽子さんからいただきました。ありがとうございます。私のファミレスの思い出は高校生の頃に8時間ファミレスで友達4人と喋り尽くしたことです。お昼に集まりミラノ風ドリアを食べながら喋り、デザートを頼み、キラキラ笑い、日が暮れて呼んでいないのにお店の方が来てご注文はと聞かれ、多分パスタを注文して、それを食べながら夜まで喋り尽くしました。何を話したか何も思い出せませんが、楽しかった思い出と何か達成した充実感がありました。サイゼリヤありがとう、そして長くいてごめんねということですね。やっぱりサイゼリヤはこう若者の味方よね。そうでしたね。なんか本当にいろんな人たちが、時間を使うっていうことを許してくれてる感じがあるし、もうなんか共通のあるあるになり始めてますもんね。サイゼリヤってなんかそれすごいよな。多分ミラノ風ドリアってみんな一度は通ってるよねみたいなね。多分ミラノの人はびっくりするでしょうね。そうですよね。そんなもんはねえだろうから。そうですよね。ミラノ風だしねっていうね。ミラノ風ドリアをミラノの人は知らないんだろうな。きっとな。日本で作ったね。ミラノ風ドリアなんでね。でもなんかたまにね、それこそ日本の料理もジャパニーズ料理だとか言ってなんやねんそれみたいな、ラーメンバーガーみたいな。あるある。そうそうね。すごいなんかそっかラーメンって日本の食のイメージなんだみたいなのがまず日本人的にはびっくりするじゃないですか。多分それに近いメニューですよね。そう多分ね、ミラノ風ドリアみたいな感じなんだと思うけど、でもうまいんだよ。俺らの魂の味なのよ。卵乗ってるやつ好きです。わかります。そうちょっと値段するんだけど、そっちの方がでもそれでもやっぱりお財布に優しいし。いや全然もうね、違うよね。安心感というかね。そうなのよ。いくら何を食べてもね。学生でもね。そうなんだよな。私すごいサイゼで好きだなっていうのがトリュフアイスみたいなのが。わかるわかる。そうテニスボールみたいなのが出てくるんです。あれマジで好きで。なんかちょっとコリッとしてるのいいよね。いやもうなんかさ。もうそんなにだった。最初はカチカチなんだけど。そう、最初に頼んどいて待っとかないと、あのまま本当武器になるレベルだから、ネキの武器の先端みたいな。確かにね、感じで出てくるからね。最初ね。そうデザートも美味しいしね、普通にカフェとしてもね。利用できてしまうというね。だから確かワインがすごい美味しくて手頃だみたいな話聞きますよね。私お酒飲まないからあれだけど。飲んだ飲みすぎてしまうんですよね。そうだね。あれがやっぱりだって確実に安くてもうさ、いろんな種類のメニューがあるから、ファミレスで飲み始めると危険だなって思いました。確かに。だから高校生の時はね、きっとお紅茶とかね。ドリンクバーだったと思うんですけど。ドリンクバーでしたね。やっぱりね。大人になってもね、お世話になってますね。そうだよな。そう大人になってもやっぱりありがたいんだよな。なんかね、気楽なんですよね。そう。あとやっぱあの時のさ元気がみなぎってくるよね。そうだからなんかやっぱファミレス好きだなって思っちゃいますね。特にサイゼはやっぱ高校の思い出になる。すごいね。じゃあ続いていきましょうか。デラックスおしょうさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうきさん、ねきさん、こんすき。ファミレスと聞いて真っ先に浮かぶのはカニの甲羅に入ったグラタンです。あったっけ？でもね、どこっていうよりもなんかお子様ランチのちょっといい版みたいな。なるほどね。で子供の頃に自分はあれがすごく特別で、ただの外食というよりはお家では絶対に出ない感がありました。今でも
ああいうメニューを見ると少し背伸びした嬉しさを思い出します。なるほどね。この感覚わかるかも。確かに確かに、オニオングラタンスープとかもさ、ああそうですね、お家では絶対出ない感じあるし、あとチーズインハンバーグとかもさ、家で作るってなったらだいぶ面倒くさいぞみたいな、ね、お家でも出るかもしれないけど、なんか特別感あるんですよね。ね、ありますね。そうだよな。なんかその、いわゆるファミレスでしか出ないメニューってありますよね。なんか私それこそ逆にこれお家で出ないなって思うのが、サイゼリヤの緑のお豆知ってる？緑のお豆。すっごい緑のお豆ある。正式名称がね、グリーンピースなのかなあれ。サイゼ豆って私は呼んでるんですけど。サイゼ豆？サイゼ豆がすごい好きで。マジかよ。サイゼリヤまず行ったらあれを3皿ぐらい頼みます。3皿？ひたすらあれで飲める。あ、これだ。ある。グリーンピースじゃないの？これグリーンピースだったのかな。すごい癖になるの。そうか、でも美味しかった、確かに。美味しいよね。なんかグリーンピースと違って、皮がくしゃっとしないから食べやすいイメージありますね。なんかプリプリしてるよね。わかるわかる。そう。プリプリしてる。何かな、私好きなメニュー。迷う。でもチーズインハンバーグはもちろん好きだし、あとはそうですね、そうガストだよね、チーズインハンバーグはね、やっぱとかも好きだし。なんかでも定番のものやっぱお好きじゃないですか。そうかも。そうかも。オムライスとかさ。オムライスも好き。あとはそれこそこの夏というかね、暑い時期になると冷麺が美味しかったりして。食べてたよね、そういえばね。私結構高確率で冷麺頼んじゃうかも。そのイメージある。そうなんですよね。だってさ、すごいよね。だって豆サラダから冷麺まで幅広く食べられるの。サイゼリヤじゃないけどさ、冷麺はでもすごいなと。すごい。あとそれこそ一緒に行くお友達が毎回エスカルゴ頼んでて、すごい。なんかちょっと怖い。確かに私エスカルゴって食べたことなんかあるけど、自分で頼んでないかもしれないね。あれが大好きっていう人もいて。どんな感じだっけ？味覚えてないかも。普通にプリプリしてた。丸い皿にこう並んで出てくるやつですよね。なんかモグラたたきみたいに置いてある。そう。美味しいんですけどね。ただなんかちょっと構えちゃうから。なんかイメージとしてはあれだよね。なんだっけ、アヒージョとかみたいな感じっていうか。そう。なんかお酒に合うみたいな。あとね、私デニーズのクラブサンドがとっても美味しいと思います。あれは持ち帰りでもたまに。持ち帰れるんだ。お持ち帰りできる、店舗によってだと思うんですけど、ウーバーとかでもねできる。持ち帰りだとさ、すっげえうまい唐揚げどこだっけ？ガストか。からよし、違う、どこだろう。コラボしてるんじゃない？そう、いやなんかそう、からよしが多分同系列とかでなんかガストでも食べれますみたいな。多分コラボしてあったよね。なんか一緒に食べに行ったっけ？あれ？一緒に食べに行ったような行ってないような。行ったかも。私たちね、なんか長居するのは申し訳ないっていう感覚があるから。これだこれ。そう、やっぱガストのからよしの唐揚げだ。なんかさ、ちょっとシルバニアファミリーみたいで可愛いよね。そう、シルバニアのでしょ、三つ子の赤ちゃんみたいな。三つ子の赤ちゃんみたいじゃない？いや、めっちゃ似てる。似てる。もう三つ子の赤ちゃんにしか見えないよ。そう、唐揚げの赤ちゃんよこれ。でも赤ちゃんのサイズじゃ全然ないんだよ。私の拳よりでっけえもん。結構ボリュームあった。そうなの。いやなんかそう、長生きするのは申し訳ないから、その結構2時間いてはしごみたいな、次のファミレスにみたいな感じに行くことあるから、ネキと飯を食ってるレストランがどこだったのかがだんだん混濁していくんだよね、記憶が。なんかジョナサン行った後ガスト行って、その後なんか椿屋コーヒーみたいな。そう。学生の頃はさ、8時間みたいなのももしかしたらあったかもしれないけど、やっぱだんだん大人になると気が引けてくるっていうか。ちょっとね、そう。わかる。あってちょっとね、はしごしてるから。でもはしごするぐらいには好きだよね。ね。楽しいんですよ、あれは。なんかイベント感あって。そうなの。いいんだよ。パーティーなんだよな、ちゃんと。そう。だからそういう楽しみ方大人になってできるのもいいですよね。ね、そう、これ大人になったからできることかも。だと思います。確かに。じゃあ続きまして、高麗さんからいただきました。ありがとうございます。ファミレスでの思い出といえば、幼少期、実家は土日によく出かける家でしたが、外食というものをほとんどしませんでした。そんな中、渋滞に巻き込まれて帰りが遅くなった時に、親の気まぐれで夜にファミレスに寄ったことがありました。その時に食べたコーンクリームスープが冬の時期の夜のファミレスというレア体験もあってか記憶に残っています。後にも先にも親とファミレスに行った記憶はそれしかありませんが、今でもコーンクリームスープを食べると懐かしさを覚えますと。なんかいいお話ですね。すごい素敵。なんかわかんないけど、今完全に高麗さんのお話を私は手袋を買いにみたいな絵柄で想像してた。
わかる、気持ちわかる、いやでもなんか高速渋滞巻き込まれた時のあの空気を、いやわかるわかる、家族のちょっと疲れてるけど遊び疲れてる感みたいな。そうで一生懸命こうね、パパが運転してくれてて、で一生懸命ママが起きてて、でも子供はお腹空いたって言ってて、そこからのファミリーレストランよ。子供はね途中まで寝てたんだけど、お腹空いて起きてきちゃって、でそこからやっぱファミリーのレストランなんですね。そうだよ、その時によるとかいう、でもなんかそういう特別なタイミングで行くみたいな人も結構多いんでしょうね。なんかうちは割とそれこそなんかお母さんお休みであるといいよね家だったんですよ。でそういうお家だったから、お母さんお休みではファミレス行こうぜみたいな時はありましたね。そっか、いろんなパターンありますね。うちもどちらかというとなんかこう遠方に遊びに行った帰りにファミリーレストランで家族でちょっと最後にこういう感じでした。だから本当ああいう時に飲むねスープとかってね、なんか優しいんですよね。まあわかる、そうなんだよな。そういつもはねママが頑張ってくれてるからね。そうなのそうなの。なんかママの味と違うの食べるからママの味もいいなってなるみたいなタイミングありましたよね。で全然さ縁もゆかりもないけど懐かしさ感じるのね。感じる、そうなんだよね。いやファミリーレストランっていう名前つけた人すごいな。だからさ、逆に言うと本当なんだろう、日本人共通のこう食の味覚の共有みたいなのって多分ファミレスでできてますよね。だと思います。そうだよ、そうだよな。ファミレスのコーンクリームスープの味多分全員同じもの想像してるもんね、今ね。だと思う。うまいんだよな。お味噌汁よりも絶対こっちの方が統一感あると思うから。確かに確かに、お出汁って逆に複雑な世界じゃないですか。そうですね、出汁はやっぱ何で出汁取るかによってだいぶ味変わるし、あるけど、なんかファミレスのコーンクリームスープってちょっと、なんだろうな、クリーム分多いというか、なんかこれ多分生クリームいっぱい入ってんだろうなの味してうまいんですよね。わかる。なんかわずかなクルトンのありがたみを感じる。わかる。なんだろうね。なんであれすごい好きなんだろうね。クルトンうまいよね。じゃあ続きまして、はい、星空のガーディアン皇帝さんからいただきました。ありがとうございます。あおちゃん、ねきさん、こんばんは。こんばんは。私は高校時代部活終わりに部員仲間と学校近くのファミレスによく出没していました。わかる。そこにあったドリンクバーで謎のドリンクを作り、何時間も話していたあの時間は本当に青春の1ページでしたね。ちなみにお二人はドリンクバーで謎ドリンク作ってましたか？それではまた。作ってました？作ってましたよ。嘘。作らなかったんですか？嘘。混ぜるの？スプライトとオレンジジュース混ぜて、なんかファンタのみかんみたいなのとか作ってたよ。そんなことないんだけど、なんかシュワシュワのみかんを作れるんでとか。確かに。あと。まあ本当にこんなことよくないですけど、やっぱ罰ゲーム的にみんなが作ったその謎ドリンクで罰ゲームとかありましたよ。なんかね、コーヒーを混ぜると大概のものをぶっ壊すから。しんどい。やっぱね、コーヒーとオレンジジュースを混ぜた時に、やっぱねすごい破壊的になるの、一気に。そうっていうのがあるから、で色もさやっぱ黒が入ると一気にその謎ドリンク感が増すから、なんかね、メロンソーダ、オレンジジュース、コーヒーみたいなことにするとなんか地獄みたいなすごいて、それを一気させるみたいなのありましたね。いや私もしたことあるし、一気に。そうか、それはアルコールじゃないし、過去だから許してくれ。そうね。別れのね。それはね、複数名でじゃあ行った感じかな。そうですそうです。それこそ部活の友達とかとその文化祭の後のとか、準備の後っていうんですかね。文化祭結構遅くまで残るんで。とか、あとまあこんなこと言うのもあれですけど、部費の調整とかで言ってましたよ。すごい青春だ。そう、部費の調整、なんか自分がね3年生とかになると部費の管理しなきゃいけなくて、やっぱこれ難しい話なんですけど、やっぱ降ろされて与えられた分を使い切らないと減らされちゃうんですよね。逆に使わないといけないんですよね。そうだから最後部費の調整をするのに、なんか私普通に満券みたいなのだったから、まあなんかそのコピックとかその画材をいっぱい買ってもまだちょっと余っちゃった分とかがあったりすると、それでもうなんか部員をいっぱい集めてみんなでサイズ行ったりとかしてました。楽しそう。そっか。私それで今気づいたわ。複数で行ったことがないんだ、ファミレスに。そんなことあるんだ。なんかこのさ、皇帝さんもさ、ね、部活じゃないですか。私多分部活入ってないのか。そう、誰か一人、本当2人でしか行ったことないかも。だからファミリー
ある意味ファミリーなんですけど、そうかそうか。なんて言ったらいいんですか。でもファミリーの時がじゃあ一番最多人数なんだ。そう、リアルファミリーが最多でしたね。へえ、面白い。そうかも。そういうなんかワイワイとしてる感じじゃないのかも、自分のファミレスが。あとさ、ディズニーランド行った後とか行きません？ディズニーランドか。最後に連れてってもらってあれが最後かも。あ、本当に？なんか一緒に行ったよね。ね。行きましたよね。行った気がします。あれ以来ですよ。本当に？マジか。あ、そう。私めっちゃちょいちょい行くからだ。確かにね。そうかも。そうかも。私がファミレス行く時ってなんか飲みに行く時みたいな、そうか、今2人でちょっと軽くみたいな。そっか。だから謎ドリンクか。そう、謎ドリンク作ったりしてましたね。青春だね。そう、なんかそれこそ小学校の頃とかになんか誰々ちゃんのお誕生日会みたいなので、こう親が場所借りてくれてというか、予約してみんなで行ってみたいなとこもありましたね。すごい。なんかそう考えるとファミレスって本当にいろんな人種を受け止めてくれてるんですね。いや本当にもうね、今考えると人数の子供たちがパーティーしてたわけですから、よほどうるさかったと思うけど、なんか本当頭が下がりますよね。そうね、だって複数もそうだし、あとこういうなんかペアもそうだし、確かにあとソロでも全然入れるじゃないですか。そうですね。最近だって一覧みたいななんかファミレスもあるから。ある、超ありがたい。いいよね。あれすごいね、ここに充電の穴があってみたいなね。普通にこうカタカタしてる人もね、たまにいますよね。めちゃくちゃありがたいですよね。ご飯も食べれるし。続きまして、おからドーナツさんからいただきました。ありがとうございます。あおちゃん、ねきこんすき。僕の思い出のファミレスはココスです。僕の中でココスといえばドラえもんの CM。CM を見てごねにごねて両親に連れて行ってもらって、食べた包み焼きハンバーグの味は今でも忘れられません。確かに。歴代で様々なバージョンの CM が放送されたようですが、お二人やスキニアローの皆さんの記憶に残っている CM はありますか？ちなみに11歳下の弟に知っているか聞いたところ、知らないという返答が返ってきて、ジェネレーションギャップを感じてしまいましたという。確かにね、それぞれのファミレスの CM とかもありますもんね。あったけれども、確かにココスはドラちゃんが、そう、ココスはドラちゃんのイメージだった。しかしおからドーナツさん11歳ね下の弟さんってなるともう全然違うでしょうね、きっとね。いや、そうで、しかもだって、おからドーナツさん自身もすごいね、お若いんですよ実は。なので11歳年下って知らんよな。もうね、中高生とかになると全然違う文化というか。そうだよ。彼らも今はファミレス行ってるんでしょうか？今ファミレスの CM って何やってるんだろう。私がなんかテレビを全然見なくなっちゃってて、それかな。CM でもさ、アニメとコラボとかも最近多いですよね。ああ、そうかも。なんかそれこそね、ポケモンは結構やってくれたりするんで、なんかポケモンコラボとかで行ったりしましたね。あとさ、それこそ季節のスイーツというかとかは割とやっぱなんか外さず食べときたいみたいなのはあるかも。デニーズのとか大好き。そう、美味しいよね。なんか別枠でメニューがね、そうなんかちょっと形違うやつあってさ、行こうよ。ちょうどこれが6月の末だから7月とかのなんかきっと出るよ。出ますね。なんか夏にかこつけて。夏何かな。でもね、ほら冷麺好きだし。冷麺好きだし。なんかマンゴーじゃないけど、なんかそのフルーツをちゃんとね。そうなんですよね。旬のフルーツをね使ってね。もし6月から続いてるとかだとまだ桃とかやってるのかな。桃かもね。パイナップルとか。そう、いいな。そうね、メロンとかもそのうち多分ね。そっか。あれメロンってこの時期？いや、時期的にはいつっていうのがちょっと私もつかめてないんですけど。あとあれか、シャインマスカット？それだ。でシャインマスカットってさ、いつからこうなんていうかスタメンになったんだろうね。もうなんか5年くらい前にはスタメン化してた。最初来た時さ、シャインマスカットさんってさ、なんかさ、すごい転校生みたいなイメージなの。いや、そう海外からやってきた転校生かと思ったらもう眩しいみたいな感じだったけど、結構意外と気さくで打ち解けちゃったじゃない。すみません、なんならだけど、ブドウとマスカットってなってた時に、ブドウの色違いって思ってたのに、なんなら今の子供たちってもしかしたらマスカットの色違いをブドウだと思ってるかもしれない。そうかも。すごいデラウェアっていうかさ、紫系のブドウとマスカット、マスカットさんっていうかちょっと
交代したよね、なんかね。ね、ちょっと主役交代感が、まあどっちも好きなんだけど味全然違うし。そうで、私結構そっちじゃない方が好きだったから結構マスカット派だったんですよ。いや、すごい。でもそう、ちょっとそれが私おしゃれだ。うちお庭でマスカット昔作ってたので実家で、そうなんですよ。だからちょっとなんだろう、いいでしょみたいななんて言ったらいいのそう、汁がねいっぱい大変なんですけど。そうなんだ。そうだからマスカットっていつの間にこんなメジャーなフルーツになりましたよね。しかも海外から来た転校生って思ってたけど、全然ゴリゴリに確か日本の品種なんですよね。シャインマスカット。そうそうイメージがね。そう、いやだってシャインってついてるからさ、おしゃれすぎて。そう、なんかあれ一粒持ってるだけでさおしゃれ感あるじゃん。一粒持ってるそんななんかテレビジョンのレモンみたいな。そうそう。ね、レモンもあるんじゃない？なんか瀬戸内レモンとかって割と6月とかに来るイメージありません？大抵さ、いい感じの果物初夏に来るよね。来るやっぱちょうど暖かくなるぞの時期にやっぱね実ってからのなんじゃないですか。何このトークすごい。本当に私たちこんな話でもこんな話せるんだね。確かにこれ今何について話してるんだろうって思ってね。レモンってでも時期はなんかみかんとレモンはさ常にさ仲良くしてくれるじゃない。確かに。秋は栗なんですよ。秋は栗、芋と栗。お芋とね、そう栗とで、スイカはね8月とかにね。確かに。でもあんまりスイカのパフェってなくない？スイカって味どうなの？ちょっと水分多いからかな。そうかも。スイカそのものを食べた方がいいよねっていう。いや、わかりますね。なんかスタバのフラペチーノとかもなんか連動してるじゃないですか、季節と。あれも季節わかりますよね。ね、そういうとこで季節感じ始めてるとこある。ある。もはや。かき氷ね。かき氷いいな。本当だ。かき氷もさ、いつの間にかね、なんかおしゃれなね。そうですよ。なりましたよね。かき氷もさ、うまいかき氷マジでうまいじゃん。そうなんだよな。氷じゃないよねあれ。なんかふわふわの美味しいやつ。わかる。でもカレーとかも夏っていうのでなんか確かに特集きますよね。なんかやっぱその暑さに耐える体力をつけようみたいな感じありますよね。いいね。なんかこうファミレスでさ季節盛り上げてくれる感じいいですよね。いや、そうなんですよね。なんか老若男女が何こう利用するから。そう言ってしまうと一人暮らしとかでさ、まあね、じゃあ社会人成り立てとかって、なかなか実家にも帰れなかったりして、ファミレス行って季節感じてスープもあって、和食もねご飯もあったりするからね。そうですね。ファミリーだわ。ファミリーだわ。俺たちにファミリーを教えてくれてんだ、ファミレスさんたちは。概念のね、そうだ、家族なんですね。なんか家族の温かさを別に一人で行っても感じられるのは不思議なところですよね。本当に。じゃあ続いてまさにそんな方なんでしょうか。ネクタイ軍曹さんからいただきました。僕は大学の頃アイドルオタクをしていて地方に住んでいたのでよく遠征をしていました。やはりその時に味方をしてくれたのがファミレス。夜行バスに乗るまでの時間つぶしや遠征先に着いてからのちょっとした時間の暇つぶし、少し大人数でのオタクの集まり、本当にたくさん使わせていただいたので、大人になった今、仕事で外回りの時にはファミレスにしっかりお金を落とすようにしています。確かに確かに、そうですね。そう、あの時お世話になったもんなの気持ちありますよね。あとそれこそなんか記事で読んだのがサイゼリヤさんとかでしたっけ、そんなに価格を上げないように努力をしてるみたいな。いやすごいよね。だってさ、もう何もかもが物価高な時代にさ、まあおにぎり2個買っただけでもマジかみたいな値段にすごいですよね、コンビニもねなる時代。いやでも分かるのよ、そりゃすごい企業努力を感じるから、もうなんかって思う中でまだ価格を変えずにやってるって、たまに行くとびっくりしますもんね、本当に。それこそだってね、ミラノ風ドリアだって多分そんなに変わってないですもんね。だってあれ卵乗せても300円ちょっととかじゃなかったっけ？そのくらい、少なくともワンコインに収まるメニューが多いかも。そうですよね、500円内では絶対あったから、なんかびっくりしたんだよね。それこそその同じ趣味のオタク友達とわちゃーって集まって、それこそポケモン好きみたいな友達たちとわちゃーって集まって、みんなでこの人数が座れるのファミレスしかないよねってなって、ファミレス行きのでサイゼハイリーの嘘やろみたいなまだワンコインで飯食えんのみたいな、すごいみたいな、合流しちゃうよね。だってもう言ってしまうと
牛丼とかでもさ割と超えちゃうわけじゃない、ワンコインは。そうだよそうだよ、ね、マックとかもセットにしちゃうとね結構そこを超えちゃうけど、そうだよ、ファミリーレストランの本当企業努力って素晴らしいなっていう。いや本当すごいですよね、ね、ありがてえよな。だからこそみんなずっとね、通うというか求めるもんね。そうかも、どんな人たちでもあったかさ感じられるを多分そうキープしてるのはそこだよね、って思うからすげえなと思うし、あとやっぱさ、その全ての人が食ってうまいと思うところを狙ってきてるから、マジでうまいじゃん。確かに。そうなんかすごいよね、味の中心というか。そうなの、なんかごめんけど自分で作るよりうまいんだわやっぱみたいな。なんかちゃんと正解だもんね。そうなの、自分で作るよりはるかに安くてうまいから、じゃあファミレス行こうってなる、みたいな。そうね、間違いないからね。そうなのよね。で凝ったもの食べたいとかだったらじゃあ他にね、そういうお店に行ってもらって。しかもさ、なんかさ、こうなんていうの、こう並べてあるさ、そのなんか副菜みたいなものとかもさ、これだけを作る、家で作るって思ったらさ、これのための人参とかこれのためのほうれん草とかがいるわけじゃん。わかる。でもそれをちょっとずつくれるから。いいよ、やっぱ。もうひたすらコーンバターとか食べたいもの。いいっすね。キャロットラペとかね。うまいね。ちょっと作るが難しい、まあできなくはないけどみたいなね。お家で作るのはちょっと大変ですよね、やっぱね。酢漬けとかも。あとね、普通にそうやっぱりね、なんかピザとかも美味しいからね。そうだ。そうなんですよ。今日ねちょっと可愛いのも。そう、ここにね、なんかすごいファミレス。ちょっとそうだった、これずっと触れてなかった。すごいね。この子はさ、いつから登場したんでしょうね。なんかコロナぐらい。確かに。すごいすごい。そうそう、この音楽。じゃあちょっと、わーすごい、ちょっと偉い。じゃあそこの新はい。じゃあ私、新幹線お子様ランチよ。お子様ランチ乗せるか。すごい、そうやって操縦してるんだ。ね。お子様ランチ。かわいい、そのお子様ランチ。かわいい。ね。ごめん、なんか突然ネキの言ってることを遮っちゃった。ごめん。何言ってたっけ？忘れちゃったね。ごめん。思ったよりこいつの声がでかくて。声大きいんですよ。でもでかくないと聞こえない人いるかもしれないもんね。声は大きいに越したことないよ。そうだよ。だってなんか現場の先輩とか指示が分かんなかったらとりあえずでかい声出しとけってよく言うもん。そうわかるわかる。うわーすごーい。やったー。そうそう、このチキン、なんだこのメニュー、チキンライスとクロワッサン。サンドイッチおしゃれだね。おしゃれ。おシャンドイッチが。おシャンドイッチ。かわちい。これね、ちっちゃい今日ミニチュアを準備していただいてて。そうなんですよ。可愛いですよね。いや、これもでもさ、ちっちゃい時やっぱ嬉しかったよね。このなんか新幹線だったり、あとなんだろう、何があったかな。でもお皿がね、そう特殊なやつ。ミキもやる？やろうかな。じゃあゆうきさんの大好きな冷麺を。やった。冷やし中華を。冷やし中華だ。よし、こちらオーダーいただきました。冷やし中華一つ。よし。ピンポン。よし、じゃあ行きますよ。いいな、箸が。うわ、怖い。ネキ、私の冷やし中華大回転してるよ。もう多分ね、今のグロングロングロン。来たー。よし。冷やし中華待ってる。これすごい回っちゃう。どうぞ。ありがとうございます。届いた。よかった。バッチリ冷やし中華届きました。イエーイ。皆さん喜んでる。これさ、丸いの全部回るのかな。回るんじゃない？回してね、いいよ。オッケー。ピザがいいんじゃない？ピザいいじゃん。ピザ回すといいのよ。回した方がいいんだから。そう。ピザ回すものよ。これ取れる？なんかついてる。取れる？取れるね。やっぱ冷やし中華も乗せといて。冷やし中華回すの？冷やし中華めっちゃ回るから。まあ味染み込むしね。よし、行くよ。なんか可愛い。よし、薬剤、詰まってる。大変だ。この宇宙の法則が。足弱いのよ、こういうのに。
したら暴走しました。AI の暴走か。AI の暴走、ね、AI だったかな。AI なのかな。ピザが、よかった、ピザ戻ってきた。ちょっと。富士山からいただきました。はい、どうも。昔ファミレスで一人でぼんやり過ごしていた時、聞こえてきた横の席の高校生グループが喋っていたエピソードトークが面白かったので、いいものを聞かせてもらったよと伝えて立ち去りたくなったことがあります。伝えはしませんでした。最低限の自制心があったのです。何の話？マジ何の話？何これ？何これ？なんか日記送ってきてくれた感じ。いやでもなんかなんだろう、なんかともすればさ、なんかすごい素敵なエッセイの書き出しみたいで悔しくない？ちょっとね、そうわかる。伝えはしませんでした。最低限の自制心があったので。そうこのなんとかでしたというのもみたいなね。そう。何このデルダンスオリジナルみたいな。嘘。今では私がおじいさん。孫に与えるのはもちろんベルトスオリジナル。あげるか。なんだろうちょっと温かみをやっぱり感じるね。そうなんですよね。でも確かに一人で過ごすと周りの人の話聞いちゃいがちかも。ね、聞こえてきて聞くつもりはないけれどもねっていうね。そうすごいダークな話、この間隣の割烹なのかながしてた話、名言でするね。ここでは話せない。そんなあとさ、ファミレス行って私結構ソシャゲをしてる人っていっぱいいるじゃない。ちょっと見ちゃうんですよ。原神名調ですかみたいな。確かに。ちょっとねちらっとこう移動中にスープ取りに行く時とかに。そうで、あれなんだろう、なんかっぽいんだけど馬娘ね。そうっていうのはなんかたまに見ちゃう。見る気なくても。あとなんか最近の学生さんってどんな話するんだろうなぐらいの気持ちで、なんかその本当にやましい気持ちなく、なんかお話にちょっと耳を傾けちゃうところはあって、すごい可愛い話してる時もあれば、そのちょっと名言でお話しするようなスーパーダークっていうか、なんか個人的にはすごい胸が痛んだ話があって、ちょっと名言で話す。あれじゃあそうか、私が行くファミレスってこうソロの人が多いから。本当にみんなゲームしてたりなんかアニメ見てたりして。そうだよね。いや、ソロの人ももちろんいるけど、でもさ、ソロの人がもし話してたとしたらそれはさちょっと確かに怖い。関わるかはちょっといろいろあるじゃん。確かに。そうか、でもそんな深い話をしてる人たちがいるんですね。ちょっと話させてください。名言で、みんなも名言よろしくな。はい。じゃあ普通歌いこうか。よし。ちくわはんぺんさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうきさん、ねきさん、こんすきです。こんすき。5月24日開催のリアルイベント参加させていただきました。ありがとう、楽しかったね。このようなイベントへの参加経験が少なく、謎の緊張に包まれながら会場に向かっていたのですが、待ち受けていたのは白いお面を着用し鎮座しているたくさんの大人たち。確かにあまり目にすることがない異様な光景に緊張もどこかに吹っ飛んでいきました。お便りうま。確かにうまい。みんな文章が上手。そうなんだよね。イベントではあえての配信なしも納得なディープな話を堪能させていただきました。でしょ？お二人の言葉選び、表現が素晴らしいのはもとより、好きにやろうの皆さんの秀逸なメッセージと会場での一体感が温かく、一緒に哲学できて大変光栄でした。またお二人との距離感が近く、ワンチャン友達とファミレスでオタトークをしているのかと勘違いしそうでした。善と悪、生と死について熱量高いお話を聞くことができ大満足でした。ありがとうございました。すごい鍛えられている。すごいですよ。さすが。そう、なんだろうな、そう、お便り送り慣れてるのかもって思う文章のうまさ。でもイベントはね、これまでそんなに参加したことがなくてっていうね。じゃああれかも、字の成績の良さかも。そうかも。そう。そうなんですよ。熱量高いお話を聞くことができて、なんかでもね、友達とファミレスでオタトークの延長と思ってもらえるのは嬉しいですね。ほぼそれでした。なんかもうちょっとその動いてよかったなとは思いましたね。確かに。ずっとね、我々なんか個別席みたいになっちゃってたからね。確かに。次もしやるときはやっぱあれですかね、十字の表に自分たちでこう貼りに行ったりすればよかったのかな。そうかもね。いやでも、どうなんだろう、あれさ、だってさ、スタッフさんたちのファインプレーもあったじゃん。やっぱラティオスを捕まえる10銀見れたのってやっぱ伝わらない
って言ってない人に言ってない人には全然わかんないと、だから来た方がいいって言ったじゃん。そう本当にね全てがアドリブなので。そうなんですよ。結局さ、なんか想定外ほど面白いものってないものね。そうなの。さっきのさ、やっぱさ大回転するさ冷やし中華と一緒なんだよね。それはすごすぎたでしょ。めっちゃ面白かったよ。だって突然くる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 、そういうボタンがあるんだもの。もう眠ってしまった。切ってオートモードで暴走したから切って。かわいそう。よしよし。そう、本当にね楽しかったですね。本当に一応の流れはあるけれども、あるけどね、全くなんて言ったらいいんだろう、予定調和じゃないので。確かに、でも確かに動くネキってあんまり普段見ないかもしれないから、なんかほら動く結城葵はさ、まあまあ見れると思うの。私動きうるさいし。だけどネキってやっぱあんま動かんからさ、なんかもうあれじゃない、エアホッケーとかしたらいいんじゃない？いやここで。いや絶対それエアホッケーしながら喋る。エアホッケーしながら、いや絶対喋れないじゃんだって。そう無理無理。で私はずっと動いてるのか。そうだよ。格ゲーのなんかあれみたいな。うちらで戦おうよ。分かった。なんでネキ一人で何を戦う気がしたんですか？私はエアホッケーして、あおちゃんはなんか他ジャグリングとかするのかな。なんでだよ。エアホッケーって2人でやるゲームだろ。そうか。ごめん、ちょっと心がねもうソロだから。最初からソロの想定で。魂がね。いやほらイベントとかでさ、バドミントンとかさ。確かに。豚ミントンはどう？豚ミントン。豚ミントン？知らない？知らない。豚さんの鼻から空気がプヒーとか出るんですよ。でそれをなんかこう豚を押して、知らない。玉というかふわふわのね玉をね、まあ本当バドミントンみたいなもの。バドミントンの豚バージョンみたいな。いや名前から推測できるとこしかわかんないのよ。会場で豚ミントンいいと思うな。知らないかも。ジェネレーションギャップかな。多分豚ミントンじゃあちょっとご覧の方ね、通ってきた方は。豚ミントンでもだいぶちっちゃくなかった？超ちっちゃいです。ちょっとイベントでやったらさ、最前の人しかわかんないよ。そうだからいいなって。いいか、そっか、そういうのもありか。ダンレボとか借りたらいいんじゃない？ダンレボ？ダンスできないから私たち。私もできないよ。タッチとか言っちゃった。何をすんのそれで。あとわかんない、フラフープとかどう？もう動くための措置をいっぱい今考えてくれてるってことね。なるほど、フラフープね。竹馬とフラフープと一輪車とか。次はちょっと動きをね。そうだね。用意しますね。もっと動けるようになりたい。でみんなで動こうよ。ほら、やっぱね、運動しないと。みんなで動こうよ、面白。あれはそれこそさ、ボクシングみたいなやつとかさ。じゃあケツバトラーしますか？ケツバトラー、いやいや。貸してくれますよ、ケツバトラーさんは。ケツバトラーさん本当に心よく貸してくださる。実際やったんだけど。そうです。ちなみに前回私が自分のそのラジオのイベントでケツバトラーをやった時は、参加型だったんですよ。お前たち誰か参加したい猛者はいないかって言って参加していただいて戦うっていうすごいだったんですよ。一人ね、なんか大勢のケツバトラーが来た。参加して中からなんだっけ、くじだったかじゃんけんだったかでその人数を絞ってそのトーナメントするっていう。すごい。トーナメントかね、いいかもね。いいですよね。確かになんか結城とネキの好きにやる天下一武道会みたいにやりたいね。いい。参加型面白い。参加型で動いていこう。そうですね。みんなも動ける服で着ていただくと。そうね、動きやすい服装でっていう。それ T シャツよね、結局。仮面つけて。仮面つけて、そうでした。いやー、楽しかったですね。さあ、ということで、もうね、あっという間にエンディングのその前にですね。はい。エンディングの前にキノコップからお知らせだよ。グリッドマンユニバースよりキノコップグリッドマンユニバースオフィススタイルポップアップ in マルイの開催が決定。オフィススタイル。でこのオフィススタイルがテーマの衣装に身を包んだキャラクターたちの新規書き下ろしイラストを使用した等身大タペストリーであったりとか、あとインパクトのね抜群のアイテム、様々ございますが、ラバーマット、ロゴがデザインされた名刺ホルダー、これねなんかキャラクターがつけてる名刺ホルダーと一緒ということで、オフィススタイルにぴったりなアイテムまでラインナップしてます。現在キノコップストアではポップアップの開催に先行して予約販売を行っております。ポップアップは7月11日土曜日より新宿マルイ面8階のイベントスペースにて開催いたします。ぜひ足をお運びください。すごいなんか女性陣の中に入れてもらってるんだな、ボラ。そう思いますそうですけどみたいな。すごい。これはどういうオフィスなんだ？
すごいですね。なんかね、みんなが一斉にこっちを見てくれている。みんながすごい、なんかやらかしたのかも。そういう感じ。もはや一瞬あって。これからお仕置きみたいなシチュエーションでいいんですかこれ。いや、そんなことはないよ。みんな笑ってるもん。ただね、アクリルスタンドもね、最近はなんかなんていうか大きさが結構こうなってきたんですね。キノコップさんのアクスタ結構大きめ多いですよね。ありがたい話。そうですね。まあね、ぜひぜひ缶バッジのイラストカードにはね、書き下ろしイラストのメガネなしバージョンもありますと。これ今ねここに飾ってあるやつなんですけど、差分あるので、好きな方をゲットしてねみたいな感じなのかなと思います。はい。以上宣伝のコーナーでした。今回はここまで。さて、番組オフィシャルグッズが発売中だよ。詳しくは概要欄をチェックしてね。この番組はまだ知らない好きとつながろうキノコップとあると人生変わるものをアビオットの提供でお届けしています。またメンバーシップご登録いただくとメンバー限定の動画ご視聴いただけます。チャンネル登録と高評価、番組 X のフォロー、ハイプもよろしくね。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。好きにね。ライブ T の女の子が出たんだけど、その子と目を合わせちゃったの。知らない人だけど聞いてた。今の何だったんだろうねみたいになって、なんかねってなるくらいにはすごかったの。